こんにちは、みじゅりーです。今回はこんな耳当て付きのニット帽を編んでみたのでご紹介したいと思います。こうね、こうやってくくっても可愛いですし、耳当てがついてるとこれからの時期寒くなってからもあったかく過ごせるんじゃないかなと思います。使う材料と道具です。今回はレーナのアッシュという色とストレッチループのアイリスを引き揃えて編んでいきたいと思います。で、こっちのストレッチループは1玉で全然足りるんですが、レーナは2束 1.5 玉ぐらい使うので2玉ご用意ください。で、この縁のところ5分ご用意ください。あと、ハサミですね。糸切りバサミ。かぎ針は大人用がジャンボかぎ針の 10mm で、子供用は同じ編み方で 8mm の、ジャンボかぎ針を使って編んでいきます。あととじ針とマーカーご用意ください。で、サイズですね。サイズこっちが大人用、こっちが子供用で、大人用が 10mm、子供用が 8mm で編んでるんですけど、このくらい差があります。結構差があります。測ってみますね。大人用がだいたい29センチなので58センチぐらいあるのかな、こう一周。耳当てのところも頭頂部から耳当てまでが28センチぐらいあります。子供用は25センチの25センチぐらい。同じ編み方でこの、ミリ数を変えるだけでサイズを変えることができるので、結構いろいろサイズ調整しやすいんじゃないかなと思います。これから冬に向けてこういうのもね、いいんじゃないかなと思いますので、是非編んでみてください。はい、では早速やっていきます。レーナのアッシュとストレッチループのアイリスを2本引き揃えて編んでいきます。大人用を今回は編もうと思いますので 10mm のジャンボかぎ針で編んでいきます。最初鎖編みを3目編みます。土台の目を今回は作らずに最初から鎖編み、最初の1目を鎖編みの1目と数えて3目編みます。3個鎖を編んだら1個目の鎖の中、輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきて引き抜き編みをして鎖3目の輪を作ります。こういう感じで、この輪を土台にして長編みを10目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目、これを長編みの1目の代わりと数えます。長編みが1個編めたので、あと、9回この輪の中に長編みを編んでいきます。1、
2、糸端も編みくるんじゃうと後で糸処理しなくていいので、この糸端も一緒に編みくるんでしまいます。1,2,3,4,5目編めました。あと5目編んでいきます。後で輪を引き締めたりはしないので、この輪の中に長編みをひたすら編んで、3、4、5、6、7、8、あと2目ですね。9、10、はい、10目編めました。そしたらこれを最初の1目目とつなげて輪にしていきます。最初の鎖編み3目編んだところの3目目、ここに3目目の鎖の中に針を入れて糸を引き抜きます。こうですね。はい、これで1段目編めました。2段目、鎖編み3目で立ち上がって、ここから模様編みをしていきます。模様編み、こういう感じでちょっとこうラインが入っているみたいに見える模様を編んでいきますが、全然難しいことはないです。長編み言ってしまえばただの長編みで、普通の長編みだと下の段の長編みの頭に針を入れて編むと思うんですけど、頭じゃなくて足を拾って編んでいきます。長編み、鎖編み3目で立ち上がったこの3目は長編み1目とカウントするので、次に長編みの表引き上げ編みを編みます。糸をかけて、この1段目のここですね、この足、長編みの足、ここに針を入れて長編みを編みます。表引き上げ編みです。はい、こういう感じで、次は普通の長編みを下の段のちょっと待って、反対になってましたね。はい、2目編んだところで、次3目目は下の段の長編みの頭に普通に長編み、でその目に表引き上げ編み、この長編み、今編んだ長編みの下、この長編みに針を入れて、で普通に長編みを編みます。もう一回次の目に長編みで、同じ目のこの下の段の長編みの足に針を入れて長編み、これを続けていきます。普通に長編み、下の段の長編みの足に針を入れて長編み、はい、
これをぐるっと一周編みます。はい、一周編んできて最後の1目まで来ました。最後の1目に普通に長編みを編んで、で表引き上げ編みを編んで、はい、これで一周編めました。全部で2、4、や10、2、4、や10、20目になっているはずです。10目スタートで、今、1目に2つずつ目を入れてきて倍になったので、全部で20目あるか確認してください。で、最初の、鎖編み3個編んだところの3個目、ここに針を入れて引き抜き編みをして2段目が編めました。10目スタートでやっているので、真っ平らにはならない感じになるかと思います。こういう感じでちょっとお山のように湾曲した編み地になって大丈夫です。次3段目、鎖編み3目で立ち上がって3目目にマーカーつけておきます。はい、同じ面に長編みを編みます。普通に長編みで、その次、表引き上げ編みを編んだところに同じところに表引き上げ編み、次の長編みのところに長編みを2目、表引き上げ編みを編んだところには同じように表引き上げ編み、こういう感じでずっと表引き上げ編みのところは次の段も表引き上げ編みを編むようになります。次が長編みを2目、その次が表引き上げ編み、全部で30目になるはずです。これを一周編んでいきます。はい、3段目一周編んできました。こういう感じになります。最初の鎖編み3目の3目目に針を入れて引き抜き編みをして一周つなげます。こういう感じです。はい、次4段目、鎖編み3目で立ち上がって3目目に印をつけておきます。編みを2回、で表引き上げ編み、これを繰り返していきます。ジャンボかぎ針でこうザクザク編めるのですぐこう増えていくので楽しいですよね。はい、ではぐるっと一周やっていきます。はい、最後の表引き上げ編みを編んで、
4段目が違う編んで、鎖編み3目の3目目マーカーをつけているところに針を入れて引き抜き編みをして4段目が完成です。全部で40目になっていると思います。こういう感じで放射状にラインが入っていきます。この時点でちょっとサイズ測ってみますね。ふわっと置いた状態で直径が約18センチぐらいになってます。次、5段目から7段目まで増減なしで編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がって3目目にマーカーつけておきますね。増減なしなので長編みの上には長編み1目ずつなので、長編みを最初の鎖編み3目を長編み1目と数えて、長編みを3つ編んで表引き上げ編み、次も長編みを1目に1目ずつ編んで2、3で表引き上げ編み、これを繰り返して5、6、7の3段編んでいきます。はい、7段まで編んできました。ここでちょっとサイズを測ってみますね。16センチぐらいあります。お子さんだと7段でいいかなと思うんですけど、大人用だともう一段深さがあっても良さそうな気がします。もう一段編んでいきます。8段目まで同じ増減なしで40目編んでいきます。この辺はご自身の頭のサイズとか好みによってかぶってみながら調整してみてください。はい、8段目の最後の目まで編んだところでちょうどレーナの方が糸がなくなりましたので、新しい糸に付け替えたいと思います。新しい糸を出して最後表引き上げ編みの最後これをこう引き抜くところで割る、この最後の引き抜きのところで新しい糸に変えていきます。1本だけね、こっちだけ新しい糸に変えて引き抜いて表引き上げ編みを完成させます。で鎖編み3目目に引き抜いて8段目が編めました。こういう感じ。次続けて左耳当てを編んでいきます。この部分を引き続き編んでいきます。そしたら鎖編み2回で、次の目に長編みを1回、ここで鎖編み2回にしたんですけど、長編みの2目一度したことになります。なのでこの長編みの頭に印をつけておきます。
次の段ではここ長編みの頭に編む感じになります。こういう三角形に編んでいきたいので、両端で減らし目をしていく感じです。次の目には長編みを1回、次の目にも長編みを1回、長編み1回を全部で5目編んでいきます。今1、2編んだのであと3回ですね。3、4、5回長編みが最初の2目一度外して12345長編みを5回編みました。その次で長編み2目一度していきます。糸をかけて長編みを途中まで編んだら、もう一回糸をかけて次の目の長編みの頭に針を入れて長編みを途中まで編みます。3本糸にかかった状態で糸をかけて3本一気に引き抜くと長編みの2目一度ができました。ここにも印をつけておきましょう。2目一度した長編みの頭、ここにつけておきます。耳当ての1段目ができました。次、鎖編みまた2目で立ち上がってひっくり返します。往復編みで編んでいきます。はい、鎖編み2目で立ち上がったので、このマーカーをつけた次の目に長編みを編みます。これで長編み2目一度ができました。長編みの頭に印をつけておきますね。長編みを1目に1目ずつ3回編みます。2、3で、次の目と次の目で長編み2目一度をしていきます。長編みを途中まで編んで、この最後のマーカーをつけた目に針を入れて長編みを途中まで編んで、3つループがかかっている状態で糸をかけて3つ一気に引き抜く。これで両端で長編み2目一度ができた状態になります。鎖編み2目で立ち上がってひっくり返します。また、2目一度、長編み2目一度をしたいので、鎖編み2個とその次の目に長編みを編んで、長編みを2目一度したことにして、で次の目に長編みを1回で、残りの2目で長編み2目一度をしていきます。長編みを途中まで編んで、最後のこのマーカーがついた目に針を入れて長編みを途中まで編んで、3つのループを一気に引き抜く。はい、これで耳が編めました。こういう感じに
なります。鎖編みを1回して糸を切っておきます。はい、反対側の方にも同じように耳当てを編んでいきます。ここから数えて長編みが3つ入っている3つ目からスタートして12345678910111213目にマーカーをつけておきます。13個目に印をつけて13個目隣14から数えて123456788個目にもう1個印をつけておきます。こことここですね。ここから右耳の耳当てを編んでいきます。こっち右側の方のマーカーからスタートします。糸を編みつけて鎖編み2回編んで次の目に長編みをして長編みの2目一度編みます。長編みの頭に印をつけておきますね。次の目から長編みを1目に1個ずつ2、3、4、5目編んだら次の目と次の目で長編みの2目一度をしていきます。長編みを途中まで編んだら次の目に針を入れて糸をかけて次の目に針を入れて長編みを途中まで編んで3つのループを一気に引き抜く、こういう感じです。次の段鎖編み2目で立ち上がってひっくり返してその次の目に針を入れて長編みを1回編みます。これで長編み2目一度ができたので長編みの今編んだ長編みの頭に印をつけておきます。ここで次の目から長編みを1、2、3、1目に1目ずつ長編みを3つ編んだら次の目とその次の目で長編みの2目一度します。耳当ての2段目が編めました。次鎖編み2目で立ち上がって繰り返します。次の目に長編みで長編みを次の目に1回で次と次で2目一度押してはい、これで耳当てが編めました。ちょっとマーカーを取っておきます。
このまま糸を切らずにぐるっと縁を編んでいきたいと思います。こうぐるっと縁編みを全部一周していきたいと思います。なのでこのまま鎖編みを1回編んで、立ち上がってこっちに行きます。長編みの目には細編みを3目編んでいきます。1、細編み1、細編み2、3、次の長編みのところにも細編みを3回編みます。次の長編みのところも3、3回編まない、2回にしときます。ここ角なので2回にして、ここはスペース1個開けて、その次の目に細編み。ちょっとカーブを緩やかにしたいので、ここの最後の長編みには細編み2目、1つスペース開けて、その次の目に細編みを編みました。こうファーを編むのでそんなに気にならないかもしれないけど、ちょっとこういう綺麗なカーブにしたかったのでこんな感じにしてみます。あとは細編みをずっと編んでいきますね。直線のところ、長編みの頭に細編みを1回ずつ編み入れていきます。長編みで、またこのカーブのところに来たので、ここに細編みを編んで、これは1個飛ばして長編みの足のところに細編みを2回にしときます。で、次の長編みを拾って長編みを3目、そしてその次の長編みの足を拾って長編みを3目、長編みの頭に1個ずつ3回細編みを編んで、今度こっち側長編みの足のところを3目、この糸端も一緒に編みくるんじゃいます。3目、次もう長編みなのでここは2目にして1個飛ばしてその次の目長編み2回編んで、ここは1個飛ばしてその次の目から細編みを編んでいきます。
こういうカーブが綺麗に出るかなと思います。細編みをずっと編んでいきます。ここを1個飛ばして長編みをの足に細編みを2回、次の長編みの足に細編みを3回、次の長編みの足にも細編みを3回で、長編みの頭に細編みを1個ずつ3回編んで、ぐるっと一周してきましたね。最初の細編みの頭に引き抜いて割ります。こういう感じ。どうだろう、ちょっとちっちゃいかなどうだろう。ファーをつけずにこのままでも可愛いかなと思いますが、こうね、あれポンポンつけてもいいし。はい、次ファーを編んでいきます。こっちにしようかなと思ったんですけど、こっちでもなんかちょっと落ち着いた感じにはなるかな。もう一色ブルーのもありましたね、モフン。お子さんなら白でも可愛いと思いますし、大人がかぶるならこっちもいいかなと思うので、今回はこっちでやっていきたいと思います。5分ね。これ前後ろあって、こう大きくこういうふうに間隔が空いているのが前で、ちょっと狭いのが後ろになります。5分編んでいきます。後ろからいこうかな。さっき縁編みしたところにファーを編み付けていきます。糸を編み付けて細編みで編んでいきます。1目に1目ずつ編んでもいいんかな。細編みの頭に1目に1目ずつモフン編み付けていきます。これふわふわでほんとかわいいです。で、この
角のところさっきも飛ばしたりとかしたんですけど、この時も1目飛ばしてその次に編んだ方がこう綺麗なカーブになると思うので、私はそうしてます。モフモフすごい気持ちいいです。これモフン300円ですけど、量もたっぷり入ってますし、すごいですよね。これ300円で買えるって。こういうさっきの糸端も一緒に編みくるんじゃいます。ずっと細編みです。手洗いもいけそうなので、洗濯できるのは嬉しいですよね。角は1目開けて、で細編み。はい、ぐるっと一周編んできて、最後1目開けて、で最初の細編みの頭、もう全然見えないので、もうこれは手探りで探してください。細編みの頭に引き抜き編みをして糸を切ります。では後で糸始末しておきます。一周編みました。編んだ後こうやってちょっとファーが表側に出るようにちょっともうほぐしてあげたりするとよりふわっとなると思います。かわいい。はい。次このポンポンをつけていきます。まずこの部分、紐の部分を編んでいきたいので、大人用はだいたい1メートルを3本ぐらいだいたいでいいです。1、2、3本。用意してもらって、でこの耳当てのここ頂点の 3つ3目をこう探して、ここに1本ずつ細編みの頭に1本ずつかな入れて入れます。2つ折りにしますね。この糸はこういう感じ。わかりますかね。こういう感じ。全部で6本になった感じで、これを三つ編みしていきます。三つ編み。この長さは本当お好みでっていう感じで、
編みしてだいたい20センチぐらい、大人の場合はあるといいかなと思います。最後ぐるっと一つ結びにしちゃって、この辺は好みでやってください。ぎゅっと結んでしまいますね。これを両側同じようにやってください。いらないところはちょっとカットしておきます。結んだ後にね。はい、ポンポンを編んでいきます。指にくるっと糸を巻きつけて、輪の中に針を入れて糸を引っ張っていきます。鎖編み3回で3回編んで、輪の中に長編みをあと15目編みます。2、3、4、5、6、7、8、はい。長編みを15回編んで、最初の鎖編み3目と合わせて16目の長編みが編めたことになります。鎖編み3目目の3目の3目目、3つ目、手探りで大丈夫です。大体で大丈夫です。に引き抜き編みをして、鎖編み1回編んで、糸をちょっと長めに30センチぐらい残して糸を切ります。こういう感じ。真ん中の糸はぎゅっと引っ張って中心を縮めておきます。とじ針を用意して、真ん中の糸を抜けないように絡ませておきます。で、こっち側30センチぐらい残しておいた糸をとじ針につけて、とじ針にこういうファンの糸入れにくいと思うんですけど、こうやって2つ折りにして、2つ折りにしたところから入れると入れやすいかなと思います。あとヤーンスレダーっていう道具もね、糸通し、毛糸用の糸通しもダイソーさんで売ってたりするので、そういうのを利用してもいいかと思います。こんな風にとじ針に針を入れて、糸を入れて、この長編みの頭を1目ずつ拾っていきます。
大体で大丈夫です。もう手探りです、ほぼ。16目編んだので16個ぐらいあるかなと思います。大体で大丈夫。一周したかな、一周したかなと思ったらギュッと息絞って、あれ、まだかな。ちょっと待って。はい、ギュッと息絞ってまん丸にします。この時にこの結んでおいたこの端っこを中に入れ込んじゃって、こういう感じでギュッと引っ張って出てこないようにぐるぐる何回か巻いて、残った糸で固定しちゃいますね。この糸端も綿の代わりに中に入れ込んじゃうといいかなと思います。こういう感じ。はい。こういう感じで反対側もやっていきます。はい、最後ね、ここポンポンをつけたい人はつけるといいかなと思います。で、このぐらいのポンポンを最初作ったんですけど、これは手のひらにこう50回ぐらい巻いて作ったポンポンがこのぐらいの大きさになります。それでね、直径11センチとかそのぐらいで、このポンポンもっと大きくても可愛いんじゃないかなと私は思っているので、ちょっと大きめに作ってみようかな。お腹鳴った。こういうなんか台紙とか厚紙とか用意してもらって、はい、100回巻いてみました。どうだろう。これぐらい。これでやってみようか。糸を切ってちょっと一旦置いときます。結ぶ用の糸レーナを2本取りして、このポンポンの作り方
もう前に解説動画出しているので、よかったらそれを見ながらやってみてほしいんだけど、結び方が結構重要です。どうやってかな、こう巻いて、ここをクロスにして、こうね、バッテンになるようにして、この間に入れる。このバッテンの間ね、でギュッと絞ります。こういう感じ。いいじゃん。目いっぱい絞る。これだとね、戻ってこないっていうか、ちょっと中心ずれたまあいいか。ギュッとしてもう一回肩結びしておきましょうか。はい、これでここにハサミを入れてみます。間にハサミを入れて、この輪っかを切っていきます。かな。あんまりこの帽子のポンポンはまん丸に整えなくてもいいかなと私は個人的にね思いますので、とはいえちょっと丸く形を整えて、はい、結構大きめなポンポンできました。この真ん中結んだ時のこの紐を利用してトップにとじ針で縫い付けていきたいと思います。ちょうど中心のところにこういう感じで何回か行ったり来たりしながら、結構ボリュームがあるポンポンなので重さに負けないようにしっかりくっつけたいと思います。はい。で、裏でしっかり結んで糸を切ります。はい。できました。あとは糸始末をして完成となります。こういうタグをつけといても可愛いかなと思います。顎のとこね、こうやって結んでも可愛いし、冬はやっぱり耳も寒いので耳まであったか帽子いいんじゃないでしょうか。最後にこれサイズ測っておきますね。29センチぐらい、こっちも29センチぐらいかな。
子供用の8ミリで編んだのと比べるとやっぱりちょっと一回り大きい感じです。ね、親子でかぶっても可愛いんじゃないでしょうか。